J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通したさまざまな出会いを語るひとときをお送りしています。ただいまウィーンの空港にいまして、少々周りがうるさいかもしれませんがすみません。今週は毎日ヨーロッパの別の国を転々としている感じでして、フランクフルトからイタリアのトリノ、そしてパリ、ウィーン、そしてこれからスイスのルガーノというところに向かうんですが、そんな感じで朝は空港、夜はコンサートみたいな、そんな生活ですね。それはさておき、現在公開中の映画ナイトフラワーのエンディングテーマスプリングララバイを書き下ろしました。これはミッドナイトスワンでおなじみ内田英二さんの最新作で、借金取りに追われる母親が子供たちの夢を叶えるために危険な世界へと足を踏み入れていく姿をスリリングに描き出す、そんな映画ですが、なんと今回そんな内田英二さんからこの番組宛てにメッセージを寄せてくださったので、聞いてみたいと思います。角野隼人さん、 J-Wave をお聞きの皆さん、こんにちは。映画監督の内田英二です。今回私が監督しました、今公開しているんですけど、映画ナイトフラワーのエンディングテーマを、角野さんにご担当いただきました。本当にありがとうございます。角野さんとはですね、前作のサイレントラブという映画でですね、久石譲さんに音楽を作っていただいたんですけど、その時に久石さんがすごいやつがいるというニューヨークにいるんだけどねとお会いしたのが角野さんでした。初対面ね、なんて爽やかな方なんだろうと思いながら、でも一旦ピアノの前に座るとなんかガラッとね、雰囲気が変わるのがすごくその時の収録で印象的でした。で、そこから何年かして今回ナイトフラワーという映画を作るにあたって、やはり時の角野さんのピアノをですね、やっぱりちょっと思い出してしまって、オリジナルでなんか書いていただけたりしないのかなとプロデューサー陣にご相談をして今回に至りました。二人でね、打ち合わせをする機会もいただいて、こういう映画にしたいんですと。で、角野さんの方も真摯にいろんな質問をいただいて、少しずつ曲作りに入っていったという印象があります。で、ついに最後上がってきたんですけど、僕の最初の感想は、なんかやっぱり映画を見ていただいてるんで、やっぱ映画の内容をもう確実にいい意味でなぞってくれている。2時間のものを1曲の音楽に本当に落とし込んでいただいて、例えば変調する部分ですとか、その人間の感情の揺れとかが繊細に本当にピアノで描かれてるなと、もう一つの映画なんじゃないかと思うぐらい僕は感動しました。はい、ということで内田さん、メッセージありがとうございます。そう、初めての出会いは、おっしゃった通りサイレントラブという前作で久石譲さんが手掛ける音楽に僕がピアノ演奏で参加させていただいたところからなんですけど、でナイトフラワーの依頼を、今年の初めぐらいだったかな、いただいて映画を送ってもらって、でそれを見て曲作りをし始めたんですけど、本当に最後なんて言うんでしょう、本当に心が揺り動かされるんですが、感情の行き先がどこに向かっているか自分でもわからないというような、そんな感じがして、でそれでその心の着地点を見つけるためにこのエンディングテーマを作る必要があるんだろうなと解釈して、それでスプリングララバイという曲を書き下ろさせていただいたんですが、改めて映画館で僕も見に行ってですね、先々週ぐらいかな、もう大変
感動しましたし、皆さんの演技が本当に迫真の心迫り来るような描写が本当にたくさんあるので引き込まれるし、その最後のエンディングテーマで自分が関われて本当に光栄だったなと思っています。絶賛公開中のナイトフラワーエンディングテーマお送りします。住野隼人でスプリングララバイ。11月29日に K アリーナ横浜で開催したピアノリサイタルクラシックアリーナ、ご来場くださった皆様ありがとうございました。18,500人のオーディエンス、皆さんと一緒に今までに経験したことない規模のコンサートをやらせてもらったんですが、なんとこれが屋内のソロピアノリサイタルで販売されたチケットの最多枚数としてギネス世界記録にも認定されました。本当にありがとうございます。先週まで演出を担当してくださったライゾマティクスの真鍋大斗さんにこのラジオに来ていただきましたけれども、今回、これだけ特別な空間でコンサートをやるというので、やっぱり何か特別な試みをしたかったんですね。
普通の普段はクラシックのコンサートホールで生音でやるわけですけど、そういう場所ではないからこその何かできないかなと思って、で、ピアノリサイタル、普通アリーナの演出といったらもう本当に派手に盛り上げるわけですけど、やっぱりピアノリサイタルでクラシックですから、そういう方向に行くわけにもいかないわけですね。じゃあどうやったら面白くなるかなと思いながら、僕の弾いた音がそのままこうビジュアルとなって立ち上がっていったら、これはとても面白いんじゃないかなと思って、それで、そんなようなところから幸運なことにライゾマティクスの真鍋大斗さんにお願いすることができて、今回のコンサートが成立したという運びでした。そうですね、僕としても本当に楽しくて、こう自分が頭の中で思い描いていたイメージ、景色というのが自分が弾いた音楽とともに視覚化されるというのは、特に自分の曲を弾くときとかはね、すごく嬉しかったですね。そこからまた自分が感じる印象というのもあったりしまして、非常に刺激的な時間でした。あとはプリペアドピアノという、こうピアノの弦の間に物を挟んだりして音を作り変えるようなピアノも普通のグランドピアノの横に置いて2台で使ったりしてね、とにかくとても楽しかったです。そしてそれを本当に静寂の中聞いてくださった18,500人の皆さんには本当に感謝いたします。昨日ウィーンのコンチェルトハウスというところで、コンサートがありまして、明日はスイスのルガーノという湖のほとりにある町ですね。やっぱりウィーンというのは特別な雰囲気を持つ町でして、非常に歴史も古いし、古くから芸術がたくさんあって、でそれが醸し出す町と人々の雰囲気というのはやっぱり特別なものを感じましたけれども、僕はウィーンの街並みがとても好きなんですが、建築も含めてとてもユニークな感じがして、今回は20時間ぐらいしか滞在できなかったんで、また5月にも行くんで、その時はもう少しはゆっくり街を回れるんじゃないかなと期待していますが、とにかくウィーンの現地の方々に、喜んでもらえたのでとても嬉しかったです。今日の番組の全体のテーマがクリスマスということで、僕からもクリスマスにまつわる思い出をぜひということで、そんなに大したものは思い浮かばないんですが、クリスマスというとね、やっぱりクリスマスソングは僕は大好きだし、クリスマスが醸し出す空気感、僕は好きですね。小学校の頃はサンタクロースがね、毎年来てたんですけど、僕の家にあんまり欲しいものとか思いつかなくて、で、結構お任せしてたんですね。そしたらある時はおもちゃとか、ある時は図鑑とか、いろいろなものをこうピックアップしてプレゼントしてくれたんですが、なんか小学5年生ぐらいの時かな、僕が親にサンタさんに何欲しいのって言われて、現金って言ったんですね。そしたら現金はちょっとやめといた方がいいんじゃないとか言われて、じゃあ図書券でとか、そしたら図書券が届いたんですけど、その次の年からサンタさんは来なくなりました。そんな苦い思い出があります。ということで、ここでもう一曲お届けしたいんですが、ショパンオービットという新しいアルバムを来年1月にリリースします。そこからの先行リリースとしてつい先週配信された曲です。
ラルゲット。
隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスピリッツ、そろそろお時間となってしまいました。最後に、お知らせです。先ほどもお話した来年1月21日に、ニューアルバムショパンオービットをリリースします。全国ツアー2026ショパンオービットも2月1日からスタートします。チケットの一般発売が12月13日から開始になりました。多くの会場はありがたいことに、ソールドアウトとなっておりますが、まだゲットできる会場も若干はありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。詳しくはオフィシャルサイトをチェックお願いします。東京建物ミュージックオブザスピリッツではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。